股関節を柔らかくするとめちゃめちゃダイエット効果高まります。皆さんこんにちは、中川祐希です。今日は股関節を柔らかくするストレッチのご紹介です。どんなに体が硬くてもできるように今日は組んでいますから、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。実はこの股関節の筋肉や関節が柔らかくなると、下半身痩せ、そしてお腹痩せも同時に行うことができますから、まずはその理論から学んでいきましょう。ではなぜ股関節が柔らかいと全身のダイエット効果が高まるのかというお話ですが、まず股関節というのは体の中心になっています。上半身と下半身をつなぐ要になっている関節です。実はこの腸腰筋といいますが、この足の筋肉奥の部分なんですが、この筋肉はこのおへその中辺、腰椎といってこのへそのちょい上、ここら辺からギューッとつながっているので、ここが縮むことで実は足が上がっています。だから股関節を曲げるとき、実はお腹の筋肉もかなり使っているんです。なので股関節が使えると、まずお腹周りも引き締まっていきます。そしてこのももの筋肉、股関節からつながるももの筋肉は膝下までつながっていますから、太ももや下半身の筋肉にも影響を与えます。ここが柔らかいだけで、実はお腹、そして足、両方ともにアプローチをすることができるんです。そして非常に面白いのが人の体の仕組みです。これを理解しておくだけで、皆さんも自分の体どこが柔らかくてどこが硬いのかっていうのがね、分かる目安になりますから、チェックをしましょう。こんな風に人の体は柔らかい関節と硬い関節っていうのが順番になっています。これ柔らかいところはモビリティ、よく動くところで、安定させるべきところっていうのはスタビリティ関節っていう風に言われています。ちょうど上から見ていくと、首は安定するスタビリティ、そして胸はよく動くモビリティで、腰は安定させるべき関節スタビリティ、股関節はモビリティなんです。よく動くところ。そして膝は安定させるスタビリティ、足首はよく動くモビリティです。このように順番になっているんですが、この順番が現代人はね、めちゃくちゃ崩れてるんです。特に座りっぱなしや立ち仕事が多く続いて、ほとんどこういう足の上げ下げとかね、1日何十回何百回ってすることもうなくなってますよね。そうなるとモビリティ、一番動くべき股関節がもう動かなくなっているので、その分を実は違うところで補おうとします。股関節を動かせない分を歩く時に膝で補う。そうすると本来動かしちゃあんまりいけない関節なんです。特に膝は縦の動きに関しては安定性があるんですが、横揺れっていうのはめちゃくちゃ弱いです。これが続くと膝が痛くなったり血が溜まったりとかね、あと太もももやっぱり太くなりやすい。もちろんふくらはぎも。なので股関節がまず硬くなってしまうと、多くの方は太ももやふくらはぎが太くなりやすい。さらに言うと、体をねじったりとか動かす時にですね、振り向く時はこの股関節の動き、内旋外旋と言いますが、そういった動きを使ってねじるんですが、これ動かないと腰を使ってひねろうとするから、何か作業をしたりとか日常生活でねじるたびに腰痛を繰り返してしまう方、さらにお腹、下腹や腰回りの筋肉使えないので、この辺り浮き輪に肉がつきやすい方も、実は股関節が使えてない方めちゃめちゃ多いんです。そのため今日は股関節周り、特にお尻の筋肉を一気に柔らかくしていくストレッチをご紹介していきます。ただね、普通にやるとお尻が硬い方ってめちゃめちゃお尻のストレッチ辛いと思いますから、今日は動的ストレッチといって動きながらほぐすことができるお尻のストレッチ準備しています。ぜひ一緒に頑張りましょう。それでは股関節の柔軟性チェックからしていきたいと思います。まずは座った状態です。この時に骨盤が地面と垂直まで起きればバッチリです。ももの裏側、ハムストリングスという筋肉、ここが柔らかければちゃんと骨盤がまっすぐ起きます。そしてもう一つチェックしたいのは、力を抜いた時の足の向き。脱力をしてお皿が真上を向いている方はバッチリです。これが外側を向いている外旋タイプ、これはガニ股の方。逆に内側を向いちゃう内旋タイプ、内股さんですね。こういった歪みがある方、これも実は股関節の硬さがあります。特に外側に開きやすい方は、外側の筋肉が縮こまっていることが多く、内側を向いちゃう方は内ももがキューッと縮まって硬くなっていることが多いです。今からやっていくエクササイズが終わった後に少しでも真上に近づいていれば、これも非常に股関節が柔らかくなっているサインです。自分の苦手な種目を選んでしっかりとストレッチしていきましょう。はい、ではストレッチの説明ですが、お尻を伸ばす時というのは、今日はこういうお尻を引く股関節を折り曲げる動きをたくさんしますが、曲げた時にこのお尻の縮まっている筋肉がビヨーンと伸ばされますから、実はお尻を引いた瞬間にお尻に力が入ってるなとか、なんかギューって伸びるような感覚があればバッチリです。感覚が最初分かんなくてもいいので、なんとなくこのお尻が伸びるイメージをしながら動いてみてください。そして一つやっていく中で、今日は特殊な足の形が出てくるんですが、これ結構大事です。足を体の前と平行にして、反対の足は横に折り曲げます。この状態で上と下、こういう風に
股関節を曲げる動きをしますが、そもそも股関節が硬い方はこのポジションがなかなか取れないはずです。そういう場合は椅子などを使ってですね、このように支えにして上げ下げをしてもらったらいいです。体の前にねこうやって置いてもらうと非常にやりやすいので、これで全然 OK です。ポジションとしては膝の位置はできればもう一直線上に置き、前の足はすねが自分と平行、横の足はちょうど直角ですね。このような形で足のポジションを取り、出やすいエラーとしては足が外側に逃げていきやすい、もしくは後ろに引けてしまいます。できる範囲で膝の位置を整えたまま引くときにお尻が力が入るなって感じがあったらバッチリ。股関節が硬い方はこのポジションからいきます。いける方は下からでも構いません。はい、では上と下へ。後ろに引くときにこのガニ股にした方の足のお尻の外側、お尻がだるくなったら正解。しっかり股関節から後ろに引いて、地味にねこれ途中からしんどくなっていきます。お尻が縮こまって硬くなっている方はなかなかねお尻に力が入る感覚、伸びる感覚が最初は分かりにくい。でもねやってるうちにね必ず分かってきます。コツコツね続けることが大切です。なので時間があったらね1日2、30回ぐらいね隙間時間にやってもらうのもいいと思います。僕は結構これもうすでにお尻かなりしんどいです。深く呼吸をして OK、 反対側こんな感じですね。はい、できる範囲でこんなポジションを作って、最初からこの膝の位置揃えるのは難しいので、最初は膝の位置バラバラでも全然 OK。 なんとなくねこのガニ股にした方のお尻、こういうところがビヨーンと伸びていくような感覚、お尻に少しだるさを感じてください。あと椅子とかね何か机とかあったら支えにしてください。ここだるくなってます？呼吸は忘れずにゆっくり吸って、はい、柔らかくなってくるとお尻のしんどさよく分かってきます。それまでは太ももに力が入ったりふくらはぎに力が入りやすいです。できるだけ足先の力はリラックス。いいです。じゃあ今度は膝立ちの状態。膝痛い方はクッション引いてください。バスタオルでもいいです。このままお尻を引きます。よいしょ。アップ引いてアップ。お腹は薄いまま、下腹引っ込めたままで、そう、股関節曲げるとき腸腰筋、お腹の筋肉使うと言いましたね。お腹を引っ込めたまま使うから股関節を曲げるたびにお腹まで締まります。曲げた時にお腹がボーンと出やすい方はちょっと頑張ってへそ引っ込めたまま、せーの、曲げる伸ばす、曲げる伸ばす、曲げる時にお尻の筋肉がビヨーンと伸びて縮む、伸びて縮む。分かりにくい方はね自分のヒップを触ってください。お尻の筋肉を感じながら、もうちょいもうちょい、あと一息。しんどい時は休憩しながらでもいいですよ。はい、今度4つ前のポジションです。これ腰を反っていく。そうすると股関節感じます。よいしょ。目いっぱい息を吸って吐いて、吸って吐いて。どうですか？付け根キューッと縮むような感覚ありますか？なんとなくね股関節を折り曲げるイメージ。分かりにくい方は手を挟んでください。よいしょ。股関節硬い方の特徴はこの時に腰が丸まっていきます。丸まるとここ隙間広がってますね。ここ反らすから縮む。でもお腹抜けてると腰に力が入るからへそ引っ込めたまんまで引く。いろいろ難しいですね。でもやってると絶対できていきますから、自分の筋肉と会話をしながらもう一息しっかり引いて戻す、引いて戻す、呼吸して、OK。 はい、ではですね今度は足を交差していきます。こんな感じいけます？このまま引く。よいしょ。これどこやってるかっていうと、前にかけた足のお尻の外側ぎゅーっと引いて戻す、引いて
戻す。ここら辺、この辺りを伸ばしていってます。お尻の引く方向をね、斜め外側とかにするとちょっと突っ張る感じが出ると思います。お尻が伸びるなっていうところを探してください。もしくは股関節の前がキューッと縮むなって感覚でもいいです。いや、暑いですね。目いっぱい呼吸しましょう。で、動き、お尻が分かりにくいときはちょっと何回かこうぐーっと引いて、お尻を引いて、ここ突っ張るところ探して、 OK。 反対側いきます。今度はこっちか。膝を足越えて後ろに、そのままぐーっと引く。この時お尻が突っ張る感じ。これね、動かすのがしんどい時は止まっといてもらってもいいです。で、ここで腰がね丸くなりやすい。ちょっと腰反ってお尻がプリッとブリッケツを作ってください。もも尻を意識して、本当にこの動きができるとね、お尻の位置って上がっていきます。お尻がそもそも下がる原因がこの骨盤後傾で普段生活する癖がついてるから、しっかりと前傾に持っていく。でもお腹は抜けない。このバランスがね大切です。これはしっかり自分で感じながら使えるようになっていきましょう。ここら辺伸びてますか。もう一息。よいしょ。お尻の引く方向を変えながら、どこにやったらお尻が伸びるか感じましょう。 OK。 はい、 OK。 ではそのまま座って状態で膝を内外へ。最後は調整です。特にガニ股の方は内側へ倒す方頑張って、内股やった人は外側に開く方、両方ともね意識して自分の苦手な方をするのが大事ですよ。そうすると筋肉が喜んでくれます。どうしてもね得意な方ばっかりしたくなるんですけどね、これがそもそも股関節が歪んでくる原因です。しっかりと内側へ倒すときはこの外側が伸びる、外側に開くときは内側が伸びます。これはね人によって全員違うので自分で感じてください。極端な話、同じ人でも右足と左足で違う方もいますからね、伸びるところが。そういった左右差に気づきを持ちましょう。もうちょいもうちょい、ラスト。はい、 OK。 お疲れ様でした。よく頑張りました。はい、これで力を抜いてもらうと最初よりもお皿の向き真上に近づいていますが、力を抜いた時に外側内側やった足がちょっとずつ真正面上に近づいてくればバッチリ。そしてももの裏側、ちょっとね今日ここのストレッチ少なかったんですが、股関節がしっかり使えるようになってくると骨盤がちょっとずつね起きやすくなっていきます。ぜひ普段座る時も背中を反らして骨盤立てようとしやすいんですが、どっちかというと腸腰筋、股関節を縮めてここで骨盤を起こすイメージ。どうしてもね骨盤が倒れちゃう方はクッションとかをしっかり下に引いて骨盤を垂直に起こすところから始めてください。こういった日々の意識をするだけでも必ず股関節は柔軟に変わってきます。そして股関節が柔らかくなればお腹周りや足回りもきれいに、全身が引き締まりやすくなりますから、ぜひ続けていきましょう。この動画のご感想はコメント欄の方へお願いします。そして高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。